はい、RC 東郷。こんにちは、ドスログです。こんにちは、チュウと申します。張さん、はい、韓国からね、わざわざ見えたということで、今回は何しに来たんですか？まあ一応は T1 グランプリ見て、D1 見てね、今年の最初のラウンド1が、はい、愛知のスカイエクスポというセンテライの近くにある場所で行ったんですよね。なるほど。で、あそこに見に来て、ラジコンも一緒にやろうという、素晴らしい、そういうことだったんですよね。はい。韓国近いもんね。そうですよね。飛行機で2時間くらい。張さんプサンだったっけ？ああ、そうですよね。今南にあるプサンに住んでますよね。近いね。30分。そうです。30分。いやいや、30分じゃない。30分は福岡。福岡は30分から40分くらいなんですよ。近いね。めっちゃ近いんですよ。でね、張さんはヨコモのサポートドライバーになるのかな？よね、ヨコモさんの韓国のドライバー。韓国のドライバー。そうですよね。なるほど。なんとすごいドライバーがいるんですよね、韓国に。ありがとうございます。やっぱりね、やめとこう。これは言うのやめとこう。で、張さんね、好きな女性のタイプは？橋本環奈ですよね。本当？そうですよね。千年のアイドルですよね。でもやっぱ理想と現実は違うんですよね。キム・ヨナじゃなくて？そうですね。キム・ヨナよりは橋本環奈です。橋本環奈ですか？そうか。まあ自分の好みなんで。なるほど、そうだね。張さん明るいね。そうですよね。ありがとうございます。ね、いつもねいっぱい喋るからね、ちょっと日本語も上手になっちゃったね。そうですよね。ありがとうございます。でね、今日張さんね、最近発売になった SD3.0 のあれコンペティションのプロオプションバージョンなんですけど、限定版なんですよね。ブロンジとピンク。そうですね。その中で自分が持ってるのはブロンジ色。ブロンジ色っていうことですかね。じゃあそちらのねマシンの方をねちょっとねじっくり見せてもらいたいなというふうに思っています。はい、どうぞ。はい、こちらになりますね。こちらの車がそうですね。この車が今回出たブロンジュのSD3.0 のプロオプションバージョンなんですけど、なるほど。限定版として販売してるんですけど、いろんな新型のパッチとかが入っている、そういうものなんですよ。だからただオプションパッチが入っているものじゃなくて、もっと性能を上げたそのものだと考えればいいと思いますよね。一番の目玉というか、自分の中で一番これはいいなというものは、そのナックルなんですよ。ナックル、このナックルがいいんですよ。そうですよね。今そのナックルが一番の売りポイントといって、キングピンアングルとか、トレイルとか、そういうことが設定ができるんですよ。それによってなんかフロントの蹴り感とか、その転がりとかを調節することができるというものなんですよね。でここにキングピンアングル、これによってなんか接地面のなんかつながり方、そしてトレイルによって転がり方とかそうセッティングができるんで、これはちょっと重くなるんですけども、これはちょうどいい方向になるんですよね。そしてその後新しいポイントがこのバッテリーホルダー。今まではプラスチックだったんですよ。でも高級感がないんじゃないですか。なるほど。じゃあこれカーボンに見えるプラスチックですか？カーボンですね。カーボンですか。カーボンですよ。カーボンに下にアルミのパッチが入ってる。なるほど。同じ色。張さんこれカーボン分厚いね今回。いつもペラペラだよねこういうのって。そうですね。でもこれちゃんとした強度があって、もちろん前のようにプラスチックだとしたらその4本止めだったんですよ。これによってシャッシの強度の観点としたらねじれが難しくなる傾向があったんですよ。これを前の2点止めにしていることによって、後ろのしなり方をちょっと柔らかくするという効果があるんです。張さんめちゃくちゃいいこと言うね。そうですね。でそしてその後このモーターマウントとスパーホルダー、ただ見た目じゃなくて、そのヒートシンク形状にしていることによって、モーターの発熱をちょっと良くすることと、強度的な観点としても、モーターマウントが曲がることを防ぐことができる。そしてその後にこのスパーホルダーが今までとは反対側につけてるんですよね、スパーギアが。これによって何が起こるのかということなんですよ。ピニャンギアがそのピニャンのチュクの外側だったのが、中に入れることによって駆動効率が上がるんですよ。そういうことね。これはもっとこっちに来とるってことね。そうですよね。バイブレーションが起こるんですよね。もともとは。これをちょっと少しずつ防ぐことによって効率が高めるという。なんでかというと一応はベアリングモーターのベアリングがこっちとこっちがあるんですけど、少しずつ型があるんですよね。ここが基準になって、外側に行くほどこうやって動くんですよ。ブレるもんね。そうですよね。これが減るんですよ。その後がショックタワー、リアのショックタワーも新規なんですよ。何が変更されているのかというと、今までは穴いっぱいやったんですけど、穴がなくて軽量化
なるほど。そしてそのアッパーのつながりの方向がうん反対側になってるんですよね。本当前はね、これ後ろに後ろだったんですよ。こっち側からね、はい。ここからこうつながったんで、すごい角度だったんですよね。でも今は前につけることによって角度がちょっと緩やかになったんですよね。はい。一般のオプションパーツの車じゃなくて、いろんな新規のパーツが入ってる、そういうアップグレードされてるというものと考えればいいと思います。なるほど。今話聞いてて全然別物だね。はい。ものとしては。特に今までの弱点だったこのナックルの変更によって車の性格自体が変わったんです。自分の中でもいろんな SD の 3.0 の昔のバージョンもあるんですけど、まあ別格なんですよこれは。はい。これおすすめ。まあいろいろできるっていうことで OK なのしかないですけどね。重さより性能的な観点で上がったということがもっとメリットがあるかなと思いますよね。はい。他のものは一般の大体同じなんですよね。あとね、これ最近ヨコモさんから発売されたそうダストカーバー、これですよね。これ一応 SD2.0 と 3.0 用なんですけど、これをつけることによって外に走った時のゴミとかいろんなことが入ることを防ぐことによってメンテナンスがちょっと長引くできるようになってます。これいいよね、このカバー。そうですよね、カバー必要なんですよこれ。皆さんこれ韓国のりじゃないですよ。そうですそうです、そのくらいかな、一応は。はい。あとなんか張さん、このセッティングする上でなんか自分で気をつけてるところとかある？そうですよね。今、正直言って今サスマウント後ろのことは変わってるんですけど、これと前のナックル、今セッティング足せる途中なんですけども、これキングピン入れた方がちょっと自分の感覚では良かったんですよね。なるほど。でトレイルは今試し中なんで、もともと車自体が結構走る車なんで、そうですよね。その後ちょっと少しアップグレードされていることによってもっと上に行くことができる車になってるんですよ。素晴らしいね。張さんいいね。説明すごくいい。ありがとうございます。めちゃくちゃいいよ、なんか。まあ、でもそうですよね。自分の中ですごく気になってる写真なんで。何がすごいって皆さん今までトレイル、これトレイルを調整できるようになってくるってなかったんですよ。これ SIM 入れるんで 0. 何ミリ単位で調整できるんで、これ初なんですよね実は。なるほど。多分今このパッチだけも今は色がブロンズとピンクしかないんですけど、後で単品で販売するその計画もあるみたいなんで、それ僕も聞きました。だからこれも黒とか今出てるやつが赤、パープル、黒、ブルーなんですけど、それも出るかもしれないんですよね。今計画はあるみたいなんですよ。なるほど。きっと出るでしょう。ぜひ買ってくださいね。これはいいんですよ。はい、ぜひ皆さん買ってください。どの立場なんですか。いいものはいいというスタンス。そうですね、いいですよね、やっぱ。これは走りそうな予感がしますね。ぜひこれでヨコモユーザーの方頑張ってください。頑張ります。はい、頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございます。姉がせよだったっけ？そうですよ、姉がせよですよね。さよなら姉がせよだったっけ？姉げせよですよね。姉げせよか。そうですよね。はい、それじゃあ皆さん姉げせよ。姉げせよ。